こんにちは。ゼロから行政書士第42回です。前回は占有権と即時取得を学びました。今回も民法の物件を続けていきます。テーマは所有権と共有、そして用益物件です。土地をめぐる権利の関係を整理します。少し細かいところですが、順番に見ていきます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、所有権と相利に関係です。隣り合う土地同士の調整のルールです。二つ目は、共有についてです。一つのものを複数人で持つ場合を見ます。共有物の管理や分割の方法も学びます。三つ目は、用益物権です。他人の土地を利用する権利をまとめます。どれも行政書士試験でよく問われる分野です。それでは早速始めましょう。はじめに所有権を確かめます。所有権とは物を全面的に支配する権利です。図権の中でも最も強い権利と言えます。そのものを自由に使うことができます。貸して利益を得る収益もできます。売ったり壊したりする処分もできます。使用収益、処分がその中身です。ただし、全く無制限ではありません。法令による制限には従う必要があります。例えば、隣地との調整もその一つです。所有権にも限界があるということです。次に、相利に関係を見ていきます。隣り合う土地の利害を調整するルールです。一つ目は、隣地使用権です。教会近くの工事などで隣の土地を使えます。例えば、教会の塀を直す場合などです。二つ目は、学同地通行権です。他の土地に囲まれた土地を袋地と言います。袋地の所有者は公道に出られません。そこで囲む土地を通行できるとされます。この囲む土地のことを角同地と言います。通行の場所は損害が最も少ない方法を選びます。通行で損害が出れば賞金を払うのが原則です。続いて共有について学びます。共有とは一つのものを複数人で持つことです。例えば兄弟で一つの土地を相続した場合です。各共有者の取り分を自分と言います。自分は二分の一などの割合で表します。各共有者は共有物の全部を使用できます。ただし、自分の自分に応じた使い方になります。他の共有者との調整が必要になります。自分だけで勝手に決められない場面もあります。共有物は行為の種類で決め方が変わります。大きく3つの段階に分かれます。1つ目は保存行為です。共有物を現状のまま維持する行為です。修繕などがあたり、各自が単独でできます。二つ目は管理行為です。利用や改良にあたる行為を言います。誰かに貸す場合などがこれにあたります。自分の価格の過半数で決めます。三つ目は変更や処分の行為です。共有者全員の同意が必要になります。影響が大きいほど要件が重くなります。この区別は試験でとてもよく問われます。次に、共有をやめる方法を見ます。各共有者はいつでも分割を請求できます。共有は揉め事が起きやすい状態です。意見が合わず動かせなくなることがあります。そのため関係の解消が認められています。分割の方法はまず話し合いで決めます。話し合いが散らわない時もあります。その場合は裁判所に分割を請求できます。現物で分ける方法などが用いられます。土地なら線を引いて分ける方法です。なお、一定期間の不分割特約も認められます。共有には近年の法改正もあります。共有者の中に所在がわからない人がいます。
連絡がつかず同意を得られない場合です。これでは管理や処分が進みません。共有物が放置されてしまう原因になります。令和3年の改正でこの問題に対応しました。裁判所の関与の下で手続を進められます。所在不明の共有者の自分を扱う制度です。細かな要件は最新の教材で確認してください。改正点として名前だけでも覚えておきましょう。ここからは用益物権を学びます。用益物権とは他人の土地を使う物権です。土地の所有権を持たない人が使います。所有権とは別に成り立つ権利です。代表的なものが3つあります。地上権と長小作権と地約権です。いずれも契約などで設定されます。他人の土地を目的に応じて利用します。一つずつその中身を確かめていきます。3つの用益物権を比べてみます。1つ目は地上権です。建物などの工作物や竹木を持つために使います。他人の土地に建物を建てる場面です。2つ目は長名作権です。商作料を払って工作や爆竹のために使います。農業のために土地を借りる権利です。商作料を払う点が大きな特徴です。3つ目は地約権です。自分の土地の便益のために他人の土地を使います。通行のために隣の土地を通る場合などです。便益を受ける土地を要約地と言います。ここで具体例で整理します。A さんと B さんが土地を共有しています。自分はそれぞれ2分の1だとします。土地の一部が刻んで壊れかけました。早く直さないと危ない状態です。その修繕は保存行為にあたります。A さんも B さんも単独で修繕を頼めます。では、その土地を売る場合はどうでしょう。売却は処分にあたる行為です。2人揃っての同意が必要になります。行為の重さで要件が変わるのでしたね。ここで今日のクイズです。共有について正しい内容はどれでしょう。A は保存行為に全員の同意がいるです。B は変更行為は過半数で決められるです。C は保存行為は各自が単独でできるです。少し考えてみてください。正解は C です。保存行為は各共有者が単独でできました。変更や処分は全員の同意が必要でしたね。それでは今日のまとめです。一つ目は所有権と相似ネ関係です。所有権は物を全面的に支配する権利でした。加工時通行権などの調整がありました。二つ目は共有の仕組みです。保存管理変更で決め方が変わりました。分割はいつでも請求できるのでした。三つ目は用益物権です。地上権、花地作権、地約権がありました。他人の土地を使う権利のまとめです。門点のパートもいよいよ終わりに近づきます。ここまで所有権と共有、用益物権を学びました。土地をめぐる権利を整理できました。次回は担保物権の残りに進みます。留置権や先道読権、質権を学びます。譲渡担保という非典型担保にも触れます。担保物権の全体像がそこで完成します。今日の実験もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。